ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの発見ラクドスを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われたチャンピオンズカップ特別予選において、斉藤選手が7勝無敗で見事権利を獲得したリストですね。見ての通り、チスカンテーシやカルノサウルスがガン積みされていて、発見によるアドバンテージを重視した構成になっています。基本的には切り崩し以外は何が来ても嬉しいということで、アドをしっかりと取って優位に立ち回ることができますね。また、このリストの面白いところは、ギックスの残虐が採用されているところで、カルノサウルスを除去として使った後に5ターン目にリラにすることができたりと、面白い動きをすることができますね。分派の説教者は最近黒系のデッキで採用されることが多いのですが、生き残ったら一生アドバンテージを取れる上、三々を止められるサイズかつ、接しがついているのででかいクリーチャーも止められるということで、有利な場面でも不利な場面でも活躍してくれる1枚ですね。ラクドスらしくコウモリで邪魔をしつつ、マスト除去生物を連打することで、どんどんと盤面有利を取っていくというリストになっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。土地は2枚だけではありますが、しっかりと序盤から動いていけるということで、キープしていきましょう。さあ3枚目の土地も引いてくる。相手はボロス。ボロスアグロですかね。コウモリで一旦手札を確認していきましょう。なるほど。発見ボロスですね。現状、何が嫌かな。一旦聖戦士抜いててもいいですが、いや、次のターンに聖戦士使わせますか。聖戦士使わせて、で、除去ってもう一回コウモリで、抜いていく形でいいかなと。さあ、ここで除去を切ってくる。で、これで相手除去がなくなったので、で、聖戦士をもう一回除去ってから、また相手の手札を抜いていく形ですね。相手のドローステップ後に打ってもいいんですが、3点のライフを失ってしまうので、ということで、チスカンテーシを抜いていきましょう。ただ相手ゾウさんもいるんで、さあ、次のターンにはゾウさんが飛んでくる形。これは一旦無視で OK ですね。鑑定士から行くか、ドレッドから行くか、という感じではあるんですが、その、コウモリがめくれた場合は、コウモリをね、そのまま有効活用したいということで、基本的にはチス鑑定士から行くのがいいかなと。相手スペルが1枚ですからね。お、いいですね。さあ、コウモリを引いてきたので、そのままゾウさんも抜いていきましょう。さて、これで相手はもうハンドがなくなった状態。あとはトップから、何を引かれるかという形ですね。相手はブロッカーとして残すのか、もしくは殴ってくるのか。ここは立ててくる。一旦このターンは、ドレッドを出していきたいですかね。さあ、2点ドレインからのドレッドまで出していきましょう。で、これ次のターン土地が引けたら、カルノサウルスも出せるということで、発見による、アドバンテージをね、どんどんと取っていくことができますね。さあ、ウセロは使われていくのですが、これで土地が止まることはなくなったかなと。さあ、ブロッカーとして、土地引いたんで、これはカルノサウルス行きましょう。先に使っていって OK ですね。さあ、発見後。強い。さあ、ギックスの残虐。3でいいかな。ギックスの残虐で、2章から入ってカルノサウルス持ってくるっていうね、パターンもかなり強いんですけど、もう押せ押せでいきたいということで、6マナで76トランプルとドレッドが出てきてますからね。さあ、連の決意。チス鑑定士を引いていく。相手はこれ発見で何があるのかですね。さあ、除去を引いてくる。ただ、
まあ、のど首もあるということで、なるほど。こう森を抜いていく。まあ、もう一回鑑定士でガチャりたいという形ですね。これどっちから行くかな。カルノサウルスから入ってもいいんですけど、まあ、フルパンしてから、相手のブロックの仕方によって除去を使うとかでもいいですね。これはボトム、まあ墓地でいいか。さあ、ということでフルパンしていきましょう。まあ相手はこれ除去もね、考えていかないといけないんですが、カルノサウルスはトランプルを持っているため、まあブロックがなかなかね、難しいはずですね。で、ドレッドのライフルーズも考えると、どうですかね。勝ってはないのかな。除去で、いや、さすがに勝ってるか。カルノサウルスがね、トランプルついてるのが、まあ、偉いですよね。4、5の10点でライフルーズもあって、まあ、さらに除去れるということで、勝ちですね。はい。これで同僚と。GG。まあ、サイドボーディングなんですけど、基本的にその、発見デッキって、ハンデスとかあんまり効かなくて、まあ、こんぐらいでいいかなという感じはありますね。さあ、1本目勝って2試合目。初動3ターン目ですが、まあまあ、キープしていきましょう。相手もそんなに速いデッキではないということで。で、まあ、このリストなんですけど、その、クリーチャータイプってあんまりまとまってはないんですけど、まあ、魂の洞窟がやはり強いということで、複数枚ね、採用されていますね。まあ、基本的には、状況に合わせて、クリーチャータイプを指定していくという形になります。まあ、こういう構成をされるとね、その、カウンターデッキって、まあ、相当きついですよね。さあ、相手は、連の決意を連打してくる。まあ、とりあえず暇なので、リリアナでも出していきましょう。さて。で、まあ、次のターン、地質鑑定士ですね。洞窟が入ってる。なるほど。さて、ちょっと土地多めではありますが、さあ、ウセロを使ってくる。まあ、なんだろう。相手がほぼ何もしてこないということで、いいですね。さあ、鑑定士から、まあ、3人が2体並んでいく。まあ、収穫者で、まあ、ルーティングもできるということで、土地問題もね、解決しそうですね。さあ、相手も鑑定士から。鑑定士からのピアナラ。なるほど。ピアナラは除去りたいので、さらに土地。カルノサウルス。できれば6マナでキャストしたかったんですが、ピアナラは除去りたいですね、さすがに。まあ相手もその、まあ発見とか、あとは連の決意とかで、まあ追放領域からね、結構スペルを唱えてくる、デッキということで、まあ一旦トップ見るか。さらに土地。なるほど。さすがに使うか。いや、探検もしてから。さあ、地図トークンも使っていく。さらに土地。なるほどね。ちょっとさすがに土地引きすぎですね。これは、まあ、グーワが欲しくなる。さあ、ピアナラは除去っていくんですが、ちょっとね、ハンドがひどすぎるんで、まあ、最悪ミシラランドで殴って、ルーティングをしていく形になりますね。なるほど。まあ、これはルーティングしていきましょう、さすがに。さあ、一応探検から、もう鑑定していいですね。まあ、これは、一旦、まあ、単体でもいいか。相手がそのゾウさんとか使ってきてるんで、ルツボで落とせるチャンスを考えると、まあ、ルツボ構えが一旦いいかなと。さあ、相手は相打ちを取るかどうかで悩んでいる形。
まあ正直こっち反動ひどいんで、どっちかというと相打ちで取ってくれた方がありがたいですね。さあ、ここは相打ちを取っていく判断。うん。で、ルツボからの、次のターン、鑑定士ですね。さて、相手を監視だから、うん。ドローしていきますが、なるほどね。鑑定士から、この天使出てきたら、アドがすごいですね。さあ、一旦ルツボからの、鑑定士、キャストしていきましょう。さあ、何がめくれるか。何でも嬉しいが、説教者、いいですね。まあ、説教者はね、どんどんと、ドローができるということで、だいぶありがたいかなと。で、できれば、カルノサウルスあたりを引いてこれると、まあ一番いい感じではありますね。さあ、残り16点まで。ヒューマン。うん。まあ最悪ミスラランドダブルアタックもできますね。さあ、ゾウさん出てくる。これはマイナスからいくのか。プラスから。なるほど。まあなんだかんだこの、プラスで3人出てくるのは結構いかれてますよね。のド首。まあゾウさんを落とすかどうかですよね、これ。アイドルデッキ、ドラコが入ってたんで、あんまりね、ノド首使いたくないっていうのもありますが。おっと、オートタップ、玉靴を残す。なるほど。まあいいか。ゾウさんを、まあできれば落としたいんですが、どこまで行くかな。フルパンした場合、2体ブロッカーいて、まあ結構有利な交換は取れるか。ゾウさんを生き残らせようとすると、相手はチャンププラス相打ちになりますね。さあ、さらに土地を引いてくる。土地しか引かんが。ちょっとね、さすがに土地しか引かなすぎですね。さあ、相手ゾウさんを残すには、3-2と、まあ2-4をブロックするしかないという状況ですね。まあさすがに残したいと思うんで、うん。さあ、チャンプと、相打ち。まあ、のど首を使ったら、そのゾウさんも落とせたんですけど、まあ、あとはオートタップが間違いなかったら、まあまあまあ、別に展開的には全然悪くはないですね。なんかあれですよね、玉靴と、あとミシュラランドが増えた影響なのか、オートタップがね、マジで前よりもさらに信用できなくなった感じはありますよね。さあ、ここは、とりあえず、ドローしていきましょう。お、残虐。これもう使うかな。さて、まあ、ギックスの残虐で、まあ、除去も持ってこれるということで、まあ、一旦ミシュラランドで、ゾウさんを落としに行きましょう。これ、マジであれだな。オートタップしない方がいいですね。さあ、1枚ルーティング。ドレッド。なるほど。まあ、先にギックス出していきそうな感じはしますね。ギックスから、まあ、第1章からいきましょう。さあ、まず相手の手札確認。ドラコとかいたら落としたいですが、ゾウさん。うん。さて、相手は、まあ、連の決意とかもありますが、まあ、カルノサウルスをギックスの残虐で釣っていきたいという感じですね。残虐ね、ほんとなんかこのデッキにかなりね、マッチしてるんですよね。お、聖戦士出してくる。なるほど。まあ、おそらく貴重な除去ではあるんですが、ここは聖戦士を使ってくる判断。さあ、これは、まずは連の決意。うん。これで次のターン、
鑑定士が飛んでくるんですが、まあ展開的にはこっちの方がかなり、いい動きをね、していくことができますね。さあ、まずは3点アタック。まあこれカルノサウルス連打していきますか。さらにカルノサウルス。まあ基本的にはカルノサウルスが一番強そうな感じはしますね。カルノサウルス、これ3連打できるんで、さあまずは第1のカルノサウルスから除去。まあ打っていきますか。まあ手札にね加えても全然 OK ですが、さあここからはまあこっちがめちゃくちゃ押していく形になりますね。さすがにね、どんなデッキであってもカルノサウルス3連打には耐えられないのではないかなと。さあ相手も鑑定士から、ピアノラを出してくる。さてからの、錯覚機でまあルーティングですね。1枚捨てて2ドロー。さて結構これひっくり返すの大変で、まあひっくり返ったらね、発見を連打することができるんですが、こちらはカルノサウルスリアニですね。さあ、カルノサウルス、第2のカルノサウルスから2枚目の収穫者。そして、まあ一応、ピアノラは除去っといて、で、第3のカルノサウルスをキャストしていくと。もうこれめちゃくちゃですよね。で、さらに発見後からの収穫者が出てくる。いやー、さすがにめちゃくちゃですね。さあ、カルノサウルス殴っていきましょう。まあ、フルパンでいいですね、これ。相手がその11をブロックしてきたら、はい、カルノサウルスが生き残るんで、まあ、ここは相性を取っていく判断。ただしトランプル分も通って残り11点まで、相手はおそらく全除去を引かない限り、まあ、無理ですね。まあ、全除去サイドに取ってたとしても1枚とか2枚とかだと思うんで。はい。さあ、3本。まあ、発見デッキはね、そのスタンダードにおいてはやはり、ラクノス型が、まあ一番強そうな感じはしますよね。さあ、ロランを出してくる。さすがにもう勝ってそうですが、まあ、ザキザキフルパンで勝ちですね。まあ、カルノサウルストランプルもついてるんで、あれですけど。さあ、ここで投了と。じじ。さあ、やっていきましょう。こちら先手。まあ、キープしていきましょう。2ターン目収穫者から入れて、で、3ターン目タップインを処理しながら、まあ、さらに収穫者も出していけるハンドと。さて、相手も7枚キープ。さあ、相手はゴルガリランドからスタート。まあ、ゴルガリなのか、ザンドなのか、という形ではありますが、最近なんかザンドもね、そこそこ増えてきてますよね。さあ、ここは、戦列騎士を出していく。まあ、ここ殴る意味はないので、収穫者出して、まあ、そのまま、GO ですね。で、できれば次のターン突引いてきて、鑑定士まで出していきたいという感じではありますが、脅迫、はい。まあ、当たってしまいましたね、これは。まあ、ただ現状、のど首は、そんなに必要ではない、カードということで、さらに戦列騎士。これはちょっとね、こっち殴れないですね。さらに土地引かず、まあ、ルーティングしますか。現状狩るのが一番いらないかな。さあ、4マナ目引いてくる。先にコウモリ出したいですね。手札を確認していきたい。なるほど。これは結構悩ましいですね。まあ、コウモリかな。他のカードは、まあ、鑑定士とかで対処ね、できる可能性はね、全然あるんで。さあ。まあ、グリッ
サも結構きついですが、はい。さあ、グリッサ出てくる。うん。まあ、一旦、お、ギックスいいですね。さて、コウモリ。うんうんうん。さあ、相手の反動をさらに確認していきましょう。なるほど。まあ、除去抜くか。これで、土地が引けたらギックスの残虐で、まあ、カルノサウルス、リアニメートまでできるんで、まあ、全然悪くはない展開ですね。で、相手は4マナ目を引けるかどうかという形かなと。まあ、グリッサがね、フリーで殴れるんで、グリッサはチャンプするかな、さすがに。さあ、グリッサ殴ってくる。まあ、鑑定士でブロックしていきましょう。まあ、土地引かれてドレッド出されるってのが一番ね、きついんで。さあ、残りの反動。はい。さあ、ドローから土地はまだ引かず、こっちもタップインか。うん。まあ、コウモリがとりあえず殴っていきましょう。まあ、ただこれで次のターン、ギックスの残虐が、確定したので、相手これ、いや、どうだろう。切り崩し待たれてたらあれだけどな。収穫者で、グリッサー除去りたいんですよね。さあ、説教者一旦出していくか。止まってきてる。お、使ってくれる？これありがたいですね。これグリッサー除去りたかったんで、切り崩し持たれてたら、収穫者で除去れなかったんですよね。さあ、ここはもう1、2交換ですが、除去っていきましょう。まあ基本的にこんな感じで、こっちのメインに除去を打つ意味って本当にほぼないんで、基本的にはエンドステップに打った方が、まあね、かなり強く、使うことができますね。おっと、ただここでコウモリ。さあ、残虐がこれで抜かれていく。うん。まあ、盤面的にはこっちの方が有利ではあるんですが、玉靴はいらないですね。まあ、とりあえずルーティングしますか。さあ、玉靴ルーティング。のど首。まあ、次のターンかな。コウモリにのど首打ってっていう感じになりそうかなと。いやー、戦慄騎士ね、やっぱりこういう盤面だと強いですよね。さあ、グレタ。なるほど。グレタを構築で使われたの初めてですね。うん。まあ、ドローとかできるんですが、さあ、コウモリを一旦除去っていきましょう。これでギックス確定。とりあえず、コウモリは殴っていきましょう。さあ、飛行で1点ドレイン。からのギックスの残虐。まあ、1章からいきますか。まずはドレッド1枚抜いて、で、これタップインさせることによって、カルノサウルス持ってきて、即キャストからの、カルノサウルスリアニまでできるんで、まあ、相手がそのラリコッパイとか引かない限りは、まあ、とんでも展開をしていくことができますね。さあ、相手グレータを触っている。まあ、ドローしたいという感じですかね。うん。さあ、ドローしていきますが、ただもうこうなるとさすがにこっちが、まあめちゃくちゃ有利な、状況ですね。構えてくる。これなんだ？除去構え。まあここで構えてくるっていうのはもう除去しかないですよね。まあもう一回残虐いくか。残虐連打でいきますか、ここは。さあ、さらにコウモリ殴って、
1点ドレインからの、まあ、残虐で、第1章からでいいですね。まあ、相手があからさまに除去構えてるんで、さすがにこの状況でその3点支払いながら除去は打っては来ないとは思いますが。さあ、ギックスの残虐。ドレッドを捨てて除去。ただ、それだと、はい、コウモリを抜いていく。さらに除去と。なるほど。まあ、さすがにっていう感じではありますね。さあ、フルパン。まあ、グレたブロックで、いいですね。24接種なため、まあ、ここは、一歩を取っていくことができると。さあ、残り16点まで。ただ、次のターンからは、土地を置くんだ。まあ、カルノサウルスがどんどんと、出てくると。さあ、カルノサウルス、リアニメートから発見後、はい。さあ、ドラコサウルス、ここでさすがに投与と。JJ。さあ、相手ゴルガリということで、まあ、とりあえず追放除去は入れて、あとはなんだろうな。まあ、ミニンカレギュー者も入れていくんですが、除去を増やすかどうかですよね。まあ、後手ということで、ギックスは抜いてもいいですが、あとはどうするかですよね。まあ、メインボードが強いんで、まあ、そんなに入れ替えなくてもいい感じはしますね。これでいきますか。さあ、1本目勝って2試合目。初動3ターン目。まあ、相手ゴルガリなんで、キープしてもいい気はしますね。まあ、できれば2マナ以下の、カードを引いていきたい感じではあるんですが。さあ、ちょっと、まあ、重たいハンドですね。さあ、まずはコウモリ。まあ、カルノサウルス抜いていきますかね。現状動ける、ハンドがカルノサウルスだけということで。ただ、悩んでいる。なるほど、リックス。そして追放除去を引いてくる。一旦アンタップインしておきますか。除去を打つターンを、まあ作りたいかなと。さあ、コウモリアタック。戦列騎士が出てきたら、戦列騎士に打っていきたいんですが、ただ相手何も打ってこず、除去構えですかね、これは。まあ、除去ハンドの場合はこのドレッドがね、生き残りにくいので、なんともですが、さあ、4マナ目から、侵入者。まあ、侵入者は一旦放置でいいか。相手があれですね、ハンデス持ってる可能性もあるんで、第2メイン、終了ステップに打った方がいいですね。さあ、コウモリを除去っていきましょう。まあ一応エンドステップに打つことによって、脅迫をケアすることができますね。コウモリ。まあ先にドレッドでいいかな。まあコウモリで手札確認してもいいんですが、さあただ相手そのままドローしていく。なんかね、動き的には除去を持っていそうな感じではあったんですが。さあ2点食らって、なるほど。これは何だろうな。相手の手札気になるんですけど、ただコウモリ出すのはテンポが終わってるんで、まあ鑑定士いけそうですね。さあまずはドレッド殴っていく。これシス鑑定士は1枚でその夜を昼に変えることができるんで、それも強いですよね。さあ発見からコウモリいいですね。今一番出したかったカードなんで。さあ、これで相手のハンドも、確認することができると。いや、除去持ってそうな感じですけどね。ただ、ドレッドを除去ってきてないんで。あ、持ってるんだ。これ除去らなかった理由は何だろうな。なるほど。一
旦、あれですかね、竹沼を使いたかったっていう感じですかね。さあ、相手は、竹沼は使えるんですが、まあもう一回夜にするのかどうか。殴る？これはまあ普通にブロックしますね。さあ、鑑定士で相打ちを取っていきましょう。さて、まあこれで一応竹沼で、回収することはできるんですが、さあ土地引かず、まあ土地が引けたら、説教者プラス、コウモリって動いていくんですが、まあこのターンはドレッド出していくしかないですね。コウモリ出すのは、まあテンポが悪すぎる。もう一枚ね、使えるカードがあったらいいんですけど。さあ相手は竹沼使ってきますかね。じゃあ今日、相手あのカード結構入ってますね。なんか、2枚以上あるんで、3枚4枚入ってる可能性もありそう。さて、3、4。さあ、ここで保証が出てくる。ただ、土地さえ引ければ、かなりいい感じなんだが。さあ、土地引いてくる。まあ残虐から入ってもいいし、説教者から入ってもいいという形。まあ、一旦確認から入るのが丸いですね。さあ、相手止まってくる。状況かなこれは。切り崩し。さあ、ということで説教者を出していきましょう。で、次のターン、残虐ですね。まあ、土地引けたらカルノサウルス。まあ流れはかなりいいのではないかなと。これまあブロックしていいですね。相打ちで OK。さあ眠らずの小屋で、ドレッドを追放してくる。で、ここは相打ち。さて、土地が欲しいですね。OK。さあ、カルノサウルス行きましょう。まずはコウモリパンチ。1点ドレインからのカルノサウルス。さあガチャ行きましょう。発見後から何が出てくるか。鑑定士。はい。さあもう一回ガチャ行きましょう。鑑定士からの発見3。いいですね。6マナでこの展開ですからね。とんでもない。76トランプル32。そしてミニンから霊柩車。効率がエグすぎる。さあ、トークンで3点ゲインはしていきますが、この盤面を返すことができるのかどうか。まあ、仮にカルノサウルス除去ったとしても、残虐でリアにできますし、手札には2枚目のカルノサウルスが控えていると。なんかミッドレンジ対決においては本当にこのアドバンテージの取り方がエグすぎるんで、さあ、1体は追放していく。まあ、ただ、次のターンカルノサウルス出したらもう投了してそうな感じではありますね。さあ、3点通っておそらく探検してくるでしょう。さて、土地、とりあえず追放しておきましょう。まあ、クリーチャー以外で OK ですね。からの第2のカルノサウルスタイムいきますか。さあカルノサウルスタイム、何がめくれるか。発見後ノレットえぐいよね。さあここでさすがに投了と。じいじ良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。